こんにちは。皆さん、今日のポッドキャストでは、日本の伝統的な衣装、着物と浴衣についてお話しします。観光の時にも人気があり、日本人の暮らしや文化を感じられるテーマです。ゆっくり聞いて楽しんでくださいね。まず、着物と浴衣の違いから話しましょう。着物はフォーマルな場面で着る伝統の衣装で、成人式や結婚式、お茶会や新年の行事など特別な日に使われます。一方、浴衣はもっとカジュアルで、夏祭りや花火大会にぴったりの服です。軽くて涼しいので、暑い季節にも快適なんです。着物の歴史はとても長く、奈良時代や平安時代から続いています。昔の人々は毎日のように着物を着ていました。布の柄や色で身分や季節を表していたんですよ。例えば、貴族は絹の美しい模様を着て、庶民は木綿を使っていました。浴衣には面白い由来があります。実は昔、浴衣びらという言葉から来ているんです。これはお風呂上がりに着る薄い服でした。それが時代を経て夏の外出着になりました。今では花火大会や演日で浴衣姿を見ると日本の夏を感じますよね。素材の違いにも注目です。着物は絹で作られることが多く、すべすべして高級感があります。一方の浴衣は木綿でできていて通気性がいいです。汗を吸ってくれるので湿気の多い日にもぴったりです。素材を触ると季節の違いを感じることができます。柄や色使いにも季節の表現があります。春は桜や梅、夏は金魚や朝顔、秋はもみじやすすき、冬は雪の結晶や松の絵が使われます。その時期に合う柄を選ぶことで自然に調和した美しさが生まれるんです。ファッションでも季節の心を大事にするのが日本らしいですね。着物の着付けは少し難しく感じるかもしれません。でも、ポイントを知れば大丈夫です。まず、襟は左前にします。右前にすると亡くなった方の着方になるので注意です。背中のシワを伸ばして帯をしっかり結ぶとすっきりときれいに見えます。帯の結び方も楽しみの一つです。女性の浴衣には文庫結びが多く、ふんわりして可愛らしい印象です。着物では太鼓結びという形も人気で、落ち着いた雰囲気を出せます。男性の帯はシンプルに腰のあたりで結ぶことが多いです。小物と合わせておしゃれを演出できます。足元にも伝統があります。着物や浴衣には下駄や草履を合わせます。下駄のカランコロンという音は日本の夏の風物詩ですよね。足袋を履けばきちんとした印象になります。歩くときは少し小股で静かに移動すると仕草が美しく見えます。初めて着てみたい人はレンタルショップが便利です。駅の近くや観光地には多くのお店があり、着付けもヘアセットもしてくれます。自分で選ぶのが難しい人もスタッフが丁寧にアドバイスしてくれますよ。前もって予約しておくとスムーズです。浴衣や着物を選ぶとき、大切なのはバランスです。背の高さや体のラインに合った柄を選びましょう。色は明るすぎず、肌に馴染むものが自然です。帯の色をアクセントにして全体を引き締めるのもおすすめです。歩く時のポイントです。普段より少しだけ歩幅を小さくします。裾が広がりすぎないように手で軽く押さえながら歩くと上品です。階段では裾を軽く持ち上げて安全に動きましょう。写真を撮るときは姿勢がとても大事です。背筋を伸ばして顎を少し引く、自然な笑顔を作って帯の形が見える角度で撮るととても綺麗に写ります。思い出の一枚になりますね。夏祭りに行くとき、浴衣を着る人が多いです。
夜店でたこ焼きやかき氷を食べたり、金魚すくいや射的を楽しんだり、賑やかで笑顔があふれています。日本の夏の空気を感じられます。お店で使える便利なフレーズも覚えましょう。これを試してもいいですか？どの帯が人気ですか？写真を撮ってもらえますか？優しく丁寧にお願いするときっと喜んでもらえます。夏のケアも大切です。浴衣は涼しいですが、外はとても暑いので水分を取りましょう。小さな扇子や日傘を持っていくと便利です。汗をかいたら少し木陰で休むといいですね。マナーも忘れずに、電車で座るときは帯が潰れないように気をつけます。神社では静かに歩いて写真を撮るときも周りの人に配慮しましょう。美しく着ることは他の人への思いやりにもつながります。柄の選び方で自分らしさを出すのも楽しいですよ。シンプルなものは落ち着いた印象、大きな花柄やモダンな模様は華やかになります。どんな柄でも自分が笑顔になれることが一番です。着物や浴衣を着ると、なんだか気持ちまで変わりますよね。背筋が伸びて、歩き方も丁寧になって、日本の文化の中に溶け込むような感覚があります。その時間が特別な思い出になります。今日のエピソードはここまでです。下の漢字リストで今日の言葉を復習してください。もしこのポッドキャストが役に立ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。皆さんは着物や浴衣を着てみたいですか？コメントで教えてくださいね。じゃあ、またね。